第1180話では、戦場の空気が一変する衝撃的な展開が描かれる。ゾロ、サンジ、ナミ、ジンベエの4人は、イムが放った謎の能力、ドミリバーシをまともに受けてしまう。彼らが反応する間もなかった。次の瞬間、イムの体から黒くまがまがしい触手が無数に伸び、まるで石を持つかのように4人へと襲いかかる。触手は鋭く、迷いなく彼らの体を貫いた。サンジが苦痛に顔を歪め、叫び声を上げる。ゾロは歯を食いしばり、ジンベエは低くうなり、ナミも思わず膝をついた。その直後、異変が起きる。彼らの体が、ゆっくりと、だが確実に変質していった。背中から黒い翼が生え、口元には鋭い牙が覗く。瞳は濁り、理性が薄れていくかのように光を失っていく。まるで、悪魔、そのものへと変貌していくかのようだった。やがてナミが、ゆらりと立ち上がる。これが、ドミリバーシの力。その声はどこか冷たく、しかし同時に高揚を帯びていた。力が、溢れてくる。それに、死ぬ気がしない。彼女は自らの体を見つめながら、その異常な力と、底知れぬ不死性の感覚を確かに感じ取っていた。一方その頃、ルフィ、ロキ、ロビン、チョッパーの4人にも、同様にイムの触手が襲いかかっていた。黒い触手が彼らの体を貫き、ドミリバーシの力が流れ込む。しかし、次の瞬間、明らかな違いが現れた。彼らの体には、何の変化も起こらなかったのだ。翼も生えず、牙も現れない。意識も奪われない。なんだこれ、聞いてねえのか。ルフィが叫びながら、力任せに触手を引きちぎる。ロキもそれに続き、巨大な力で触手を叩き折る。ロビンは冷静に腕を咲かせて触手を拘束し、そのままへし折る。チョッパーも必死に暴れ、ついに4人は触手の拘束から脱出した。息を整えながら、チョッパーが驚いた様子で口を開く。なんでだ、俺たち、なんであいつらみたいに悪魔にならなかったんだ。ロビンはしばらく沈黙し、戦場の様子を見つめながら思考を巡らせる。そして静かに答えた。おそらく、悪魔のみよ。チョッパーが首をかしげる。どういうことだ。ロビンは視線を遠くに向けながら説明を続ける。私たちは皆、悪魔のみの能力者。つまり、それぞれの体には、すでに別の悪魔の魂が宿っている。ロビンの声は落ち着いていたが、その内容はあまりにも異質だった。悪魔のみには、それぞれ固有の意志や魂のようなものがあると言われているわ。そして、人の体は、同時に複数の悪魔を受け入れることができない。だからこそ、イムの力によって新たな悪魔の魂を流し込まれても、すでに満たされている私たちの体には入り込めなかった。そう考えれば辻褄が合うわ。チョッパーは目を丸くし、そして大きくうなずいた。なるほど。じゃあ、俺たち助かったのは悪魔のみのおかげか。少し安心したように笑うチョッパー。しかし、ロビンの視線はすでに、ただ一人の存在へと向けられていた。玉座のように佇むイム。底知れぬ闇をまとうその存在を見据え、ロビンは静かに、しかしはっきりと言い放つ。あの男は、ただの能力者じゃない。ドミリバーシは、あくまで一つの技に過ぎない。あれほどの力を持つなら、まだ他にも何があるかわからない。その言葉に、場の空気が張り詰める。全員、気をつけて、あれは、規格外よ。その頃、ルフィとロキは、目の前に立つ4つの影を見つめていた。サンジ、ゾロ、ナミ、ジンベエ、かつての仲間たち。だが今、彼らの姿はすでに別の存在へと変わり果てていた。黒い翼、鋭い牙、歪んだ瞳、そこにかつての意志は、もはや感じられない。サンジ、ゾロ、ナミ、ジンベエ、ルフィが叫ぶ、声は戦場に響き渡るが、4人は微動だにしない。おい、目覚ませよ、俺だ。何度叫んでも、返事はない。彼らの瞳は空虚で、完全に何かに支配されていた。それでもルフィは一歩、また一歩と近づこうとする。だが、その瞬間、やめろ、ルフィ。ロキが腕を伸ばし、
ルフィの進行を遮る。もう気づいているはずだ。あいつらは、もう元のあいつらじゃない。低く、重い声だった。その言葉は現実を突きつけるように、ルフィの胸に突き刺さる。ルフィは歯を食いしばりながらも、なお前を見据える。その様子を、遥か上空から、イムが見下ろしていた。くくく、不気味な笑い声が響く。ニカ、そしてニーズホック、やはりドミリバーシはお前たちには通用しないか。イムはゆっくりと腕を広げながら続ける。だが、お前たちの仲間には、よく聞く。その声には、冷酷な優越が滲んでいた。さあ、自らの手で、互いを殺し合え。その言葉と同時に、イムは静かに命じる。次の瞬間、ゾロ、サンジ、ナミ、ジンベエの4人が、一斉に動き出した。標的は、ルフィたち。ルフィとロキは同時に構える。もはや逃げることも、説得することもできない。残された選択はただ一つ、戦うこと。ロビンとチョッパーもすぐにその横へ並ぶ。やるしかないわね。でも、絶対に助けよう。4人は互いにうなずき合い、素早く陣形を組む。そして、それぞれが対峙する。ルフィ VS ゾロ、ロキ VS ジンベエ、ロビン VS ナミ、チョッパー VS サンジ。1対1の戦いが同時に始まった。ルフィの前に立つのはゾロ。ゾロ。しかし、返事はない。次の瞬間、ゾロは何の躊躇もなく地面を蹴り、一瞬で距離を詰める。三刀流。3本の刀がひらめき、ルフィへと襲いかかる。斬撃が連続して放たれる。一撃一撃が重く、鋭く、まるで殺意そのものだった。しかし、来いよ、ゾロ。ルフィはすでにギア5の状態。体はまるでゴムのように自在に伸び、しなり、歪む。常識を超えた動きで、ゾロの斬撃を次々と回避していく。だがゾロは止まらない。無言のまま、ただひたすらにルフィを追い詰める。ルフィは一気に後方へ飛び、距離を取る。そして、そのまま全速力で走り出す。ゾロはそれを追う。次第に、苛立ちが募る。ゾロは一気に跳躍し、上空から叩き切ろうとする。その瞬間、わずかな隙が生まれた。ルフィの目が鋭く光る。今だ。地面を強く蹴り、一気に飛び上がる。腕が巨大に膨れ上がり、圧倒的な質量を持つ拳へと変化する。くらえ、ゾロ。巨大な拳がゾロに直撃する。ゾロの体はそのまま吹き飛び、地面へと叩きつけられる。大地が砕け、煙が舞い上がる。ルフィは息を荒げながら、その様子を見つめる。やったか。しかし、煙の中から、ゆっくりと影が立ち上がる。ゾロだった。体に刻まれたはずの傷が、みるみるうちに再生していく。肉がつながり、血が止まり、まるで何事もなかったかのように回復する。ルフィの目が見開かれる。傷が、治ってる。完全に再生したゾロは、何も言わずに刀を構える。そして次の瞬間、再び地面を蹴り、ルフィへと突進する。終わりなき攻撃が、再び始まろうとしていた。その頃、別の戦場でも、激しい戦いが繰り広げられていた。ロキの前に立ちはだかるのは、黒い翼を広げたサンジ。すでに理性を失い、ただ敵を排除する存在へと変わっていた。次の瞬間、ロキの体が大きくうねる。巨体が変形し、雷をまとった竜の姿へと変わる。口元には膨大な電撃が集まり、空気が震え始める。消えろ。ロキは口を開き、凝縮された雷撃を一気に放つ。轟音とともに、稲妻が一直線にサンジへと襲いかかる。しかし、サンジは一瞬でその場から消える。次の瞬間には、すでに別の位置へ移動していた。その速度は、巨大なロキの視界すら置き去りにするほどだった。どこ見てんだよ。声が上から響く。サンジはすでに跳躍し、ロキの頭上へと回り込んでいた。そして、ドン。強烈な蹴りが、ロキの目に直撃する。ぐわー。ロキが苦悶の方向を上げる。巨体が揺れ、空気が震えた。だが、サンジの瞳には、一切の感情がなかった。無表情のまま、
次の攻撃へと移ろうとしていた。その一方で、ロビンとナミの戦いも激しさを増していた。これ以上、好きにはさせないわ。ロビンが静かに言い放つ。花々のみ。その瞬間、地面から無数の腕が生え出す。一本、二本ではない、数えきれないほどの腕が波のように波へと襲いかかる。捕まえたわ。絡みつき、拘束する、完全に動きを封じたはずだった。だが、ふふ、ナミが不気味に笑う。次の瞬間、信じられない力で腕の拘束を引き裂いた。ロビンの目が見開かれる。悪魔と化したナミの力は、以前とは比べ物にならない、完全に別次元だった。ナミはゆっくりと空を見上げる。すると、空が黒く染まり始めた。分厚い黒雲が一瞬で広がり、空を覆い尽くす。来なさい。ナミが手をかざす。ゴロゴロと雷鳴が轟く。そして、無数の雷が一斉にロビンへと降り注いだ。ロビンは即座に後退し、回避に専念する。地面が次々と焼け、はぜる。今の彼女にできるのは、逃げることだけだった。そして、さらに別の場所では、チョッパーとジンベエが対峙していた。やるしかねえ。チョッパーは叫び、その体が巨大化する。モンスターポイント、圧倒的なパワーを誇る最強形態。そのまま、拳を振り上げ、ジンベエへと突進する。しかし、ジンベエは動かない。ただ静かに構える。そして、甘い、低く一言。次の瞬間、ドン、ジンベエの一撃。それはあまりにも軽く見えた。だが、チョッパーの巨体が一瞬で吹き飛ぶ。モンスターポイントが解除され、元の姿へと戻る。チョッパー。遠くで誰かの叫びが響く。しかし、チョッパーはすでに意識を失っていた。圧倒的な力の差。それはあまりにも残酷な現実だった。その後、戦況はさらに悪化していった。ルフィの戦いも、どんどん不利になっていく。ゾロは悪魔化してから、明らかに強くなっていた。傷はすぐに治り、何度攻撃しても全く疲れる様子がない。クソ、強すぎる。ルフィはギア5で戦い続ける。しかし、ギア5は体力の消耗が激しい。だんだんと動きが鈍くなっていく。そして、ついに限界が来た。ギア5が解除され、ルフィは元の姿に戻る。その瞬間を、ゾロは見逃さなかった。一気に距離を詰め、斬撃を叩き込む。ぐわー。ルフィは吹き飛ばされ、そのまま地面に倒れる。動けない。他の戦いも同じだった。ロキはサンジに倒され、ロビンは波の雷にやられ、チョッパーはジンベエに完全に負けた。ルフィ、ロキ、ロビン、チョッパー、4人全員が地面に倒れていた。その様子を見て、イムは上から笑う。面白いな。海賊どもが自分たちで仲間を倒すとは、ゆっくりと地面に降りる。そして、倒れているルフィの前に立つ。ジョイボーイ。ここで終わりだ。イムは槍を持ち上げる。ルフィを刺そうとした。その時、ドン。大地が大きく揺れた。エルバフの近くに巨大な影が現れる。島と同じくらいの大きさ、ズニーシャだった。おー。ズニーシャが鳴く。その声だけで島全体が震える。その瞬間、倒れていたルフィの体に異変が起きる。ドン、ドン。かすかに鼓動の音が響く。それは解放のドラム。ドン、ドン。鼓動は次第に大きくなり、戦場全体へと広がっていく。ルフィの体が再び光り始める。白く、そして自由そのものの姿へと。ギア5、再覚醒。イムの目が細まる。ルフィはゆっくりと立ち上がる。その鼓動は、ただの力ではなかった。響きは周囲へと伝わり、ゾロ、サンジ、ナミ、ジンベエの体にも影響を与える。黒く染まっていた彼らの体が、徐々に元へと戻っていく。翼が消え、牙が引っ込み、瞳に光が戻る。俺は、なんよ。ゾロが意識を取り戻す。ナミさん、俺は、サンジも正気へと戻る。ドミリバーシの支配が解かれたのだ。さらに、ルフィはその力をロキ、ロビン、チョッパーにも向ける。
優しい鼓動が彼らを包み込み、傷を癒していく。ロビンが目を開ける。助かったのか。ロキもゆっくりと立ち上がる。チョッパーも息を吹き返す。そして、全員が再び立ち上がる。仲間たちは互いを見つめ、うなずき合う。戦意は消えていない。むしろ、より強く燃え上がっていた。その光景を見たイムは、静かに口を開く。ジョイボーイ。ついに、覚醒したか。ルフィは一歩前へ出る。白い煙のようなオーラをまといながら、まっすぐイムを見据える。そして、言い放つ。ネロナイム。ここからが、本当の戦いだ。